今回はハッピーワンプレミアムっていう高級な軽キャンピングカーで車中泊してきます。私は普段ジムニーやランクルで過酷な山に行って車中泊するのが好きなんですけど、今回は別の意味で過酷で野蛮な大黒パーキングで車中泊してきます。とりあえず車内を軽く紹介してから出発しますね。この車は一人旅には最適なキャンピングカーで、ヒーターから大容量バッテリーまで装備や設備もバッチリの1台です。普段の車中泊道具はソファー下の収納に収まりました。まだまだスペースはたくさんあるので、一人旅には十分な収納スペースです。水道の水はこの後補給しておきます。身長150センチの私は車内で立てるので、着替えや車中飯を作る時も楽々です。そういえばここは騒がしい住宅街なんですけど、遮音性がいいのか車内まで音が聞こえてきませんでした。もたもたしてると日が暮れてしまいますね。夜の首都高はクレイジーなドライバーもいそうなので早めに出発します。この車は前回軽く紹介したんですけど、コンパクトカーと同じサイズなので一般道は意外と乗用車感覚で運転できます。ベース車が軽トラなので小回り利きますし、感覚もつかみやすくて運転しやすいですよ。とりあえず今晩の買い出しをしてきます。都内の駐車場って狭くて不安なんですけど、多分この車なら大丈夫です。都内のスーパーの狭めの駐車場にも枠ぴったりぐらいで収まりました。全幅 1680mm なので、この辺も乗用車感覚で行けますね。買った食材をそのまま冷蔵庫にしまえるのは便利です。ということで首都高を神奈川方面に向かって走っています。緩やかなカーブは問題ないんですけど、きついカーブは左右に揺れます。直線はゆっくり走れば問題なく走れます。エンジン音や揺れを考えるとストレスなく出せるのは60キロまでですかね。渋滞はまってしまったので乗り心地はまた後で説明します。とりあえず渋滞で疲れたのでパーキングに寄ります。大井パーキングって場所に来たみたいです。頭に糖分足りてないので甘いものでも買って少し休憩しようと思います。ちょっとした休憩の時も快適空間でゆっくりできるのがキャンピングカーのいいところですよね。自己渋滞なのかわからないんですけど、この先まだまだ渋滞続くみたいなので、しっかりエネルギー補給してから出発します。このまま数時間仮眠したいんですけど、混んでるみたいなので早めに出発します。やっぱり外に出ることなく運転席を行き来できるのは楽です。アクセルを床いっぱいに踏み込んだ全力加速で合流に挑みます。ベタ踏みでも60キロ以降は全然加速しないので合流はしんどいです。ここから大黒までは渋滞なければ15分で着くんですけど、今の時間だと1時間かかるみたいです。こんな映像を映してても仕方ないので、このまま大黒パーキングまでスキップしますね。大黒パーキングに着きました。ここはごく稀に森蔵こと豊田昭夫さんが現れるそうですよ。もし出会えたらランクルを作り続けてくれてありがとうございますと伝えます。とりあえずお腹空いたので、まずは施設徘徊してご飯探してきます。大黒パーキングは週末激混みで入場制限がかかることもあるみたいですが、今日は平日なので空いています。土日はスーパーカーやチューニングカーがたくさん集まる恐ろしく治安の悪いパーキングなんですよ。車好きな若者が集まってミーティングをするっていう文化自体はとても素敵なので、騒音問題が良くなればいいんですけどね。施設2階には最近できたタリーズがあります。小物や雑貨がいろいろ売ってましたよ。私の大好きなミシュランマンも売っています。1階は食堂でがっつり系の食事が多かったです。とりあえずホットドッグ食べて腹ごしらえしておきます。パーキングにはローソンもありました。これはありがたいです。帰ってきたらペットボトルが置かれていました。少し歩けばゴミ箱もあるのに理解できませんし、さっさと下がった方がいいです。とりあえず車内でゆっくり過ごします。
このパーキングは騒音が問題になっていて、狂ったように空ぶかしをする輩がいるみたいです。騒音がひどいと警察が来て、パーキング自体閉鎖されることもあるそうです。何があっても運転できるように、今日はノンアルのレモンサワーにしておきました。明日千葉方面に向かうんですけど、特にやることもないので、好きなことしながらゆっくり過ごしますね。またお腹が空いてきたので晩ご飯作ります。換気扇を回しておけば匂いも気にならないですよ。いつものことですが、普段家で我慢している分、車中飯は好きなものを好きなだけ食べます。あっという間に完食です。よし、食べよう。さっき散策している時、31の自販機を見つけたのでデザートに買います。ちなみに外は7度ですが、FF ヒーターついているので車内は暖かいです。暖かい部屋で食べる冬のアイスも美味しいですね。水が使えるのも本当に便利です。電源も確保できるので、撮影データの整理や編集までできちゃいます。これはもう立派な仕事部屋です。いい時間になってきたので、ベッド転換して就寝モードにします。最高。お風呂は入れないので汗拭きシートで済ませます。こういう旅だと2日3日お風呂に入らないこともありますが、汗拭きシートがあれば安心ですよ。外は改造車が集まってきてやかましいですが、防音がしっかりしているので問題なく眠れそうです。これは一人旅には最高の車です。配信者みたい。明日は千葉の方に向かうのでゆっくり寝ますね。おやすみなさい。大黒パーキングの問題についてお話しします。ここはトラックドライバーの休憩にも使われています。そんな中、直感の爆音マフラーでエンジン吹かしたり爆走する人がいます。近隣への騒音被害が深刻で問題視されているようです。日本のチューニングカー文化はとても素敵だと思いますし、マナーよく使っていきたいですね。頑張れ神奈川県警。目が覚めると賑やかだった様子が一変して静かなパーキングでした。これから準備して千葉方面に向かいます。こうして見ると早朝の大黒パーキングは綺麗ですね。
千葉方面に向かうついでに興味本位で大黒パーキングに寄ってみましたが、やっぱり私は夜澄んだ空気の山奥で綺麗な星を見たり、朝小鳥のさえずりを聞きながら自然の中で目覚めるのが好きです。けどたまには気分転換にこんな感じで街中のステルス車中泊してみるのも楽しいと思いましたよ。よかったらまた次の旅動画を見てくださいね。じゃあまたねー。